新大御三家のステータス解説。ジャスパルと申します。3周年記念フェスティバルで新たに登場した新大御三家たちの能力が判明したようなので、皆さんと一緒に確認していきたいと思います。解禁初日の情報であるため間違っていることなどはあるかもしれません。その場合、概要欄コメント欄にて補足訂正いたします。ご了承ください。今回は速報で能力を見ていって、より詳しい比較や解説はまた別で動画作ろうかと思います。来週誰を狙うかの参考にしてみてください。それでは参ります。ということで、まずはさらっと3匹の能力見ていきたいと思います。 ID 順でまずはドダイタス。地面タイプのスキルが得意なポケモンで元気オールヒーラーとなりました。御三家からついにヒーラー登場となりましたね。地面タイプとしてもヒーラーの追加は初となっております。めちゃくちゃ見どころのあるステータスかなと思います。それではお次、ゴーカザル。格闘タイプのスキルが得意なポケモンで木の実バーストアタッカーでした。昨年の樹海インポジションといったところなんでしょうか。実質木の実のポケモンということになるかなと思うので、バシャーモとも役割が被ることになりそうです。ラピスラズリコハンは本当に木の実アタッカーが大渋滞してますね。来年ジャローダとかエンブ王が来たりするんでしょうか。それよりも先にね、草格闘エスパータイプのどれかが入った新フィールドが来るんじゃないかななんて気すらしますね。そんな格闘の木の実バーストゴーカザルでした。そして最後にエンペルト。鋼タイプの木の実が得意なポケモンでした。これは予想通りという方も多かったんじゃないでしょうか。ついにハガネールの代わりになれるような鋼木の実ポケモンの追加となりましたね。個人的にはポッチャマポッタイシが水君チームで編成できる水タイプの木の実ポケモンってことで、そこにも採用価値があったりなかったりって感じでしょうかね。メインスキルはお手伝いサポートということで、性能的にはアローラキューコンに似たような感じになっていそうです。氷タイプもそうなんですけど、鋼タイプも鈍足なポケモンが多く、エンペルト自身もそこまで足が速くないってことで、このお手サポ鋼タイプと非常に相性がいいスキルだと言えそうです。なんならゴールドではエンペルトとライチュウとかよりはエンペルトとハガネールを一緒に組みたいかななんて思うので、ここ本当に調整上手だなと思います。過去のポケモンとも相性がいいスペックってことで、結局2匹ともゲットしたくなるやつですね。てなわけで、地面ヒーラーのドダイトス、格闘木の実バーストのゴーカザル、鋼木の実のエンペルトとなったみたいです。ひとまず皆さんはどのポケモンに惹かれておりますでしょうか。それではね、もう少ししっかりステータスもチェックしていきましょう。こちらもドダイトスから参ります。ドダイトス、地面タイプのスキルが得意なポケモンで、お手伝い時間は48分20秒2900秒となっています。地面タイプとしてはそれなりに遅めな部類なので、木の実 S がめっちゃ相性いいみたいな感じではないかもしれないですね。そしてドダイトスは食材に非常に特徴があります。第1食材味わいキノコ、第2食材ほっこりポテト、第3食材あったかジンジャーということでキノコなんですよね。昨年のバシャーモもキノコで、木の実のポケモンとしては非常に食材の能力に優れたポケモンとなっていました。キノコね、そもそもなかなか集めるのが難しい食材なので、ヒーラーで集められるっていうことの恩恵はどちゃぼこでかそうな雰囲気を感じています。ヒーラーの食材って本当に重宝しませんかね。まあ今後ね、キノコがどれだけ使われるかという話ではあるんですけれども、ドダイトスは結構パーモットみたいな食材の能力が高めなヒーラーというポジションに収まるかもしれませんね。めちゃくちゃ強そうです。そして最大所持数の27個も2400秒のサーナイトパーモットが28個となっているので、相当しっかりした数を備えてくれてるんですよね。やはりがっしりどっしり強そうです。まあドダイトスはね、食材の個数が多いものが多いので、それがどう響くのかというところでしょうか。とはいえね、本当に所持数も多いかなと思うので、一括睡眠マン的にも非常に評価高くなってます。そんなドダイトス、個人的には初心者にこそおすすめしたいポケモンなのかななんて現状は思ってますね。歴の長いリサーチャーであればすでにヒーラーがいるだろうというのもあるんですけど、トープとラピスの両方で飴を集められるドダイトスは比較的育成もしやすかろうと思ってます。
ラピスウトウトではゲットしたいポケモンが多すぎるかなと思うので、トープウトウトでナエトルを探して、ウノハナスヤスヤでパモを探して、ラピスヤスヤでラルトスを探してみて、いい感じの子に出会えたらその子をメインヒーラーに採用するとかで考えるのがいいんじゃないかなとは思います。といったキノコを集められる初のヒーラー、地面タイプに変化するドダイトスでした。続いて豪華ザル。こちらは格闘タイプのスキルが得意なポケモンで、スキルは木の実バーストです。お手伝い時間は40分2400秒と、格闘タイプとしてはエルレイドと同速最速のポケモンとなりますね。エルレイドはお手伝いサポートで木の実以外も集められるんですが、豪華ザルは木の実1本、そんな感じのポケモンになっていそうです。エルレイドもそうなんですが、木の実 S との相性は抜群というか、木の実集めが担当になるであろう豪華ザルはおそらく木の実 S 必須級のサブスキルになるんじゃないかなと思いますね。集める食材はハーブ、生姜、コーヒー、リザードンや爆風雲なんかと似た食材構成で、炎御三家だぜっていう感じは残ってるのかなと思います。コーヒーが入ってるのはボスザルってことだったりしますかね。ボスゴドラ理論ハーブのエナジーが大きくて、第2食材生姜が3個になるデルビルタイプとなっていますね。そしてメインスキルは木の実バースト。昨年の樹海院はぶっ壊れに片足というか、なんなら両足しっかり突っ込んでるぐらいの強ポケモンだったかなと思うんですが、豪華ザルこれやれるんでしょうか木の実エナジーでも格闘タイプは草タイプに負けていて、お手伝いスピードも100秒負けていて、なんならコーヒーもかぶっているみたいな感じだったりするので、豪華ザルは相当スキルが強いか食材が噛み合うかといったところでしょうか。ライバルは相当にて強力そうに感じます。一応樹海院より所持数は1個多くなってます。そんな豪華ザルでした。ラピス担当として見ると樹海院があまりにも強そうだったり、クレセリアのエスパーチームも超強力だったりするので、豪華ザルもそれはそれで初心者おすすめポケモンっていう感じになりますかね。キモリの飴がすでに溜まっている方は、ラピスの木の実バースト担当は一旦樹海院でいいとなりそうな気はしますね。あとは次の格闘島に向けて探したいみたいな感じになるでしょうか。いや本当にね、豪華ザルなかなか評価が難しそうなので、別で作ろうと思ってる動画ではしっかりといろんなポケモンと比較してその強みを探ってみたいなと思います。そんな格闘木の実バースト豪華ザルでした。最後エンペルト、鋼タイプの木の実が得意なポケモンでした。フレンドポイント5でゲットできる鋼木の実ポケモンはエンペルトが初となりますね。最初は水タイプなんですけどね。そんなエンペルト、お手伝い時間は53分20秒3200秒と3000秒の鋼エールよりどっしりしています。皇帝の威厳でしょうかね。鋼タイプとしては口糸と同じスピードになっています。3000秒の鋼エールは食材確率も 15.4% とすでになかなかの低さを誇っているので、おそらく木の実エナジーでは鋼エールには勝てない調整になってるんじゃないかなと思います。というかね、鋼エールボーマンダに次いで全体2位ぐらいの木の実の強さを持っているポケモンなので、それに勝ってしまったらもうほぼボーマンダーなんですよね。なのでゲットしにくいけど鋼木の実最強の鋼エール、ゲットしやすくて育成もしやすくてスキルで差別化もできるエンペルトみたいな感じになるんじゃないかなと思います。無課金的にはゲットしやすくて育成しやすい、ここがもう最高の差別化点ですかね。集める食材は卵、ネギ、蜜ということで、やはりペンギン、鳥だからか卵もいけますよという感じになってます。ネギと蜜はなんでなんでしょうかね。ネギ、蜜、ネギはペンギン、ネギネギっていうことだったりとかしますでしょうか。もしね、なんとなく元ネタっぽいものをね思いつく方は教えていただけたらなと思いますね。ロコンにね、お稲荷さんの大豆とかロコーンとか北海道っぽいポテトとか入れてくるような運営さんなので、何かしら元ネタあるんじゃないかなとは個人的に勝手に思ってますねB ネギ1本や C ネギ2本はエナジー効率こそ良くはないんですけど、貴重な食材ではあるので、そこにも大きな価値はありそうだなと思います。
そしてメインスキルはお手伝いサポート S。進化でスキルレベル3まで上げることができるのがハガネールやアローラ球根よりも偉いポイントでしょうかね。お手伝い8回分を補佐してくれます。お手伝いサポートは足の遅いポケモンほどお得なスキルと言えるので、それこそハガネールやボスゴドラ、クチートだったり自分自身とも相性がいいってことで、普通にめっちゃ強そうなんですよね。腐ることも少ないと思いますし、非常に扱いやすい優秀なスキルだなと思います。ってことで、鋼木の実最強のポケモンはこのままハガネールなんじゃないかなと思うんですが、無課金的にはもうエンペルトも最強でいいかと思います。厳選しやすい、育成もしやすい、癖が少なくて強い、最高ということで、本当にね、弱点らしい弱点というと、ゴールド現地で探すことができないことなんじゃないかなと思います。あとはシアンぐっすりも卯の花ぐっすりも激戦区なんですよね。そこをどうにかしなくてはならないなということで、ポッチャマ推しの方はぜひ今週来週しっかりポッチャマ探してみてほしいなと思いますね。そんな無課金的には待望の鋼木の実の選択肢、シンプルに強そうなエンペルトでした。といった信号御三家のステータスでした。いかがでしたでしょうか。皆さんはどのポケモンが気になりましたか。個人的には一番注目するのはドダイトスでしょうかね。もし今後ねトープ EX が来るよということがあれば、トープの貴重なヒーラーとして活躍してもらえるんじゃないかなと思いますし、食材がマジで優秀ですね。できたら所持数的にもキノコが多いタイプの方がより嬉しいとなるでしょうかね。で、所持数が多いのも本当に一括睡眠勢には嬉しいところです。とはいえね、私なんかでももうすでにヒーラーいるので急ぎではないかなと思うので、トープ EX 現地でのんびり探すのでもいいのかなとはちょっと思ったりはしてますね。そんな感じでドダイトスが一旦一番注目かなと思ってます。で、豪華ザルね、本当に評価が難しそうです。2周年フェス経験者であればキモリ、アチャモの飴が圧倒的にたまり上げていると思いますし、今のところヒコザルの強みはアンバースヤスヤで狙えるというところになるのかななんてちょっと思ってますね。やっぱりラピス現地で探せないというのもあって、ラピス担当というよりは次の格闘島担当みたいな色が濃いのかなとは思いました。アンバースヤスヤでヒコザルとネイティ探しやりたいなと思いますね。そしてエンペルトはもう普通に頼もしいやつですね。特に語ることもないかなと思います。シンプルにゲットしたいといったところで、エンペルト、ポッチャマも弱点はゴールドで出てこないことなんじゃないかなと思います。今後ね、シアン EX が来てくれたらそこで探したいなみたいな感じでしょうかね。もしかするとね、来年一種御三家が来てもおかしくはなさそうだったりしませんかね。それよりも先にウィンドウェーブの御三家が来ますかね。ポムケン来ますでしょうか。一種御三家が来るのであれば一緒に3頭テラキオン、コバルオン、ビリジオンも来てもらって、コバルオンの鋼統一とかいかがでしょうか。あまりにも未来の話ですし、シアン EX すら全くの不透明ではあるんですけれども、シアン EX でのんびり雨集めして来たる日に備えられたらなーみたいな感じでしょうかね。そんなこと言っていた宝円御三家は、私のサブアカではついに1匹も厳選を終えられずに新王御三家が来てしまったということなんですが、それもまた出会い、時の運ということで、きっとね、今年も来年もまたいろんなタイミングでピックアップされるんじゃないかなと思うので、ぜひ育成したい子はチェックして探してみてください。そんなドダイトス、地面ヒーラー、豪華ザル格闘木の実バースト、エンペルト鋼木の実な信号御三家のステータス速報でした。皆さんの信号御三家の評価や意見感想もコメントにお寄せください。来週は誰を探しましょうかね。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと、動画の拡散につながりまして、活動を続ける上で非常に強力な支援となります。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。めちゃくちゃ助かってます。
それでは個別で3匹の解説動画も作っていきたいなと思うので、そちらもお待ちいただけたらなと思います。3周年フェス、まずはニュームーンデーの色違い出現確率アップから始まりますので、皆さんに素敵な出会いがあることを願ってます。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。